こんにちは、釣りって学べるです。ゴールデンウィークのエギング、厳しい戦いが続いてます。連日、朝まずめで同じ場所、実際は他の方が釣られた回遊の実績があるポイントに入りましたが、今日も見事に撃沈でした。この日は若潮、潮の流れがあまりなく、遠くの潮目を羨ましそうに眺めていました。しかし、漁師さんの定置網は朝まずめにピンポイントで潮目付近に入っているのはさすがだなぁと感じました。プロの漁師さんが仕掛ける場所なんかも今回の動画のヒントになるかもしれません。坊主が連日続いた時、次の兆候で場所移動も検討しますが、どのようなポイントがいいのか迷うことがあります。そこでこの動画を確認することで場所選びの基準を思い出すことができました。今回はエギングの場所選びの動画を一緒に勉強したいと思います。それではどうぞ。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回はエギング釣り場攻略法を解説いたします。どの釣りでも当てはまりますが、対象魚がいない場所へ釣りに出かけることはありません。目的の魚が生息している場所をピックアップして、釣果や交通面、予算などを決定していきます。下調べせずに場所を選択したのであれば、それなりの釣果しか望めません。しかし、しっかりと釣果情報や潮汐データや場所による特徴を重ね合わせれば、近くても高釣果を得ることは可能です。潮汐や日照時間を優先した場所選びには、時間が限られるというリスクもありますが、決して釣りの時間が短いから釣れないということはありません。今回はエギングの釣り場にスポットを当てて勉強しています。最後までよろしくお願いいたします。春イカを狙う場所の結論です。潮通しのいい堤防の先端や外洋、アマモやホンダワラが群生する浅瀬の藻場、浅瀬と隣接したディープエリア。本日の目次です。春、秋の違い、テトラ攻略、藻場攻略、ブレイクライン攻略、潮流攻略、漁港攻略、沖堤防攻略、地磯攻略、沖磯攻略、サーフ攻略。それではこの10の項目について解説いたします。春、秋の違いについて解説いたします。春は産卵シーズンのため、藻場周辺にイカが集まりやすくなります。したがって藻場を丹念に攻めるのがセオリーとなります。しかし、藻場に群れるようにいつまでもいるわけではありません。潮位によって群れが移動したり入れ替わったりします。このタイミングを知っていれば、それに合わせて回遊してくるイカを狙うと効率的ですが、わからない場合は藻場を点々と探った方が有効な場合が多くなります。逆に秋のアオリイカは降水量のため移動を繰り返していることが多くなります。日中でもイカを発見しやすく、サイトフィッシングが有効となります。この場合はじっとしている釣りよりも乱眼した方が効率よく釣ることができます。また狙う時間帯ですが、朝夕のまずめ時はどの時期もゴールデンタイムとなり、外せない時間帯です。夜間が特に有効なケースは春イカシーズンに多く、満潮時に実績が高いようです。もちろん干潮で釣れないわけではないため、自分が行く釣り場の特徴を分析し、潮汐、時間帯を見定めて調校することが大切です。どこで釣る場合でもそうですが、潮流の向きや強さを考えて狙うことも大切です。例えば漁港などでは立ち位置によってエギが受ける潮流の向きが変わってきます。潮に対しエギを乗せたり逆らったりを考えながら狙ってみましょう。どの向きがいいかは状況によって変わってきますが、潮流が速いほど抵抗を受けるのでエギは遅く沈み、逆に潮流が遅いほどエギの沈みは速くなります。この原理を知っておくことが大切であり、また潮に長時間乗せるドリフトというテクニックもあるので、潮流が速い場所であっても試してみても面白いです。釣り場の基本的な考え方です。側面は左右の流れが中心になります。港内はゆっくりと流れます。春は湾内のゆっくりした潮のままで産卵することもあります。外海に面している側面は潮が当たりやすくなります。出入り口は早く流れやすくなります。コーナー付近も早く流れやすくなります。テトラ攻略について解説いたします。堤防などに消波ブロックとして備えられているテトラポットは、海に住む生命にとっても大きな役割を果たしています。
海藻や小動物の隠れ家や住処となり、それを食べに魚類が集まり、食物連鎖が絶えず起こっています。その中間に位置するアオリイカにとっては、格好の餌場となり、春には産卵場にもなります。テトラは足場が不安定で釣りづらく、斜めに入っているテトラへの根がかりも懸念されるため、釣れると分かっていても足が遠のく場所でもあります。また、欄岸にも適しておらず、移動も困難になります。それでも釣れる場所なので、安全に対する装備を万全にして臨みたいポイントになります。基本は他の場所と同じ着水、フォール、着底、しゃくりの繰り返しですが、フォールから着底までを敏感に感じ取ることにより、根がかりを回避することができます。海底の根がフラットな場所は問題ありませんが、キャスト範囲のボトムがテトラであったり、藻が多い場合は特に注意が必要です。まず、着水から着底までをカウントダウンしておき、着底後すぐにアクションができるようにしましょう。これだけでエギが転がることなく根がかりが軽減できます。次に、ボトムからしゃくってエギを浮き上げるとき、ふわっと浮かせるようにしゃくります。角度がつきすぎると、カンナが海底をこすってしまいます。これでも根がかりするようであれば、着底前にしゃくりを始めましょう。ボトムにエギを着底させることなく、しゃくりを大きくしてフォールで食わせるようにしてみましょう。鋭角で早くしゃくると根がかりしやすくなりますので、初速を抑えてからしゃくるように心がけましょう。変化に乏しいテトラでもよく見ればたくさんのポイントがあります。先端部の潮通しがいい場所はどこも特級ポイントになります。特に角付近は見逃せません。切れ目や崩れ、曲がり角付近は潮流に変化が出やすくポイントになります。テトラの終わり部分も高ポイントです。足元まで丁寧に探ってみましょう。船頭がある場合は船頭の向こう側までキャストしてテトラ付近まで探りましょう。形状の違ったテトラの継ぎ目も忘れずに狙いましょう。生物の生息環境が違っている場合が多いです。テトラ攻略のまとめです。テトラ付近はポイントの宝庫になります。特に崩れたテトラや不規則な場所、藻が多い場所や切れ目など変化が少しでもある場所がポイントになります。視認できない深さもポイントになります。エギを見えるほど近くまで引いたら 2,3 回シェイクしてフォールさせても効果的です。崩れたり離れているテトラは必ず攻めておきたいポイント。藻場攻略について解説いたします。モイカと地方名がつくほど藻場を好んで生息するアオリカであるため、藻場は絶対に外せない狙うべきポイントです。特にホンダワラやアマモを好み、絶好の産卵場となります。日中であれば偏光グラスを利用して藻場を見つけることはそう難しいことではありませんが、夜間の真っ暗な場所では見つけることはできません。この場合、エギに付着してくる海藻で判断したり、ボトムをずる引きして確認するしかありません。できれば日中に把握しておくのがベストです。藻場の規模は大きいほどアオリイカが生息する確率が高くなりますが、広範囲に生い茂っていると釣りづらくなります。逆に小規模だと数が望めなくなります。どちらも長短がありますが、見逃せないポイントに変わりはありません。アオリイカは藻の中に潜んでいるよりも少し上層をホバリングしていることが多いです。このため、藻の中を丹念に探るよりも、周辺や藻の上を攻めることになります。この方が根がかりを回避でき、大切な藻場を荒らすことなく狙えます。藻場を狙う際、毎回藻に根がかっていては、せっかくの産卵場を壊してしまうため、可能であれば藻場のポケットや周辺にエギを落とすように心がけましょう。産卵中の白いイカは食い気がないため、その周辺にいる別のイカを狙うことをお勧めします。周辺をずり引きで狙っても効果があります。藻の周辺を狙う場合は、早く沈むファーストシンキングタイプがよく、ボトムを中心に狙ってみましょう。しゃくり幅は藻の高さよりも少し高いくらいをイメージして、ステイ時間を長めに取るといいです。エギのサイズも 3.5 号を基準として、藻に隠れてしまわないように、オレンジやピンクなどのアピール系のカラーを中心に使ってみましょう。藻の上を狙う場合は、根がかりを回避するために、ゆっくり沈むスローシンキングタイプで狙います。藻の上をスイミングさせたり、藻の上に置くように乗せるのも効果的です。
特に物の上から動いた時にヒットしやすいので、ステイ後のアクションは派手すぎない方がいいです。モバ攻略のまとめです。足元の大きなモバは障害物に付着していることが多いため、この周辺も狙い目です。生けすなどに設置されたロープには藻が付着しやすいです。水温が高くなると、この周辺にもアオリ科が寄ってきます。春は手前にある藻よりも沖にある藻場を狙ってみましょう。秋は足元も有望なポイントになります。ブレイクライン攻略について解説いたします。ブレイクラインとは、いわゆる駆け上がりのことを言います。駆け上がりにもいろいろあり、なだらかな形状から直角に近いものなど、高低差はもちろん距離も様々です。海中を上から観察すると、海の色が変わり、グラデーションになっているところがブレイクラインであることが多いです。ブレイクラインには魚類も多く、通り道や餌場になっています。また、深場から浅場へと移動する際も、ここを通って入ってきます。通常は深い場所から浅くなっているラインを示しますが、船頭など小規模なものもポイントになります。狙い方は、しゃくりとステイが中心となり、移動しているであろう活性の高いアオリ科がターゲットになりやすくなります。このため、派手なアクションが有効な場合も多く、多段しゃくりを応用するといいでしょう。ブレイクがあまりにもきつい場合、ラインが擦れてしまうことがあります。ステージにラインの違和感をチェックしておきましょう。リーダーラインを長く取ることでもラインブレイクを防ぐことが可能です。ブレイクライン攻略のまとめです。ブレイクラインは大小関係なく狙えます。堤防の敷石の切れ目も高ポイントです。襟を足元まで丁寧に引いて狙いましょう。また、足元まで来た襟を数回シェイクしてフォールさせても効果的です。大きめの場所では海藻などが群生しやすくなります。潮の変化ができやすい場所なので多くの生物が生息しています。沖の深場につながる急なブレイクも狙い目です。超遠投で探ってみましょう。潮流攻略について解説いたします。襟は沈む速度が速いため、他の釣りに比べて強く潮流を気にする必要はありませんが、襟が流されるほど潮が速い場所でのエギングは着底が分かりづらいことがあります。こういう場合は思い切って大きな号数にするか、重りを追加させるのが一般的です。しかし、この潮流を利用した釣り方もできます。ルアー釣りでは一般的にドリフトと呼ばれます。スローシンキングタイプの襟を使い、テンションをかけたままフォールさせるやり方です。つまり、下にフォールするのではなく、斜めに落ちていくイメージです。この時、襟が斜めになってしまうと、ローリングしてしまう可能性がありますので、ラインテンションのかけ方に注意しましょう。潮流の読み方ですが、上層から下層まで同じ速さで流れていることは少なく、通常は下層の流れが速くなっています。テンションフォールすると、急に重く感じることがあります。そこが潮流の変化がある場所になります。上層から下層までドリフトさせるのではなく、まずは下層付近で試してみましょう。潮流攻略のまとめです。軽い襟を利用したドリフトを覚えましょう。まずは神経を集中して潮を感じるテクニックを身につけてみましょう。漁港攻略について解説いたします。モバ、潮流、テトラなどあらゆるポイントが一箇所にまとまったいわゆる魚礁とも言えます。そのため、これまでの攻略法を総合した内容となります。初めて行く漁港の場合は、すべて回って全体を確認しておきましょう。遠目には分からなかった沈み瀬や深みなどは要チェックです。そして、潮流の向きも必ず確認しておきましょう。漁港により、どちらに流れるかで潮価が変わることが多くなります。また、上げ潮、下げ潮でも大きく変わってきます。次回兆候のために必ずデータは採取しておきましょう。エギングを楽しんでいる釣り人が多い場所では、多く使われているカラーやサイズよりもイレギュラーなものが超過を出すことがあります。深緑、茶色、紺色といったダーク系や2号や4号といった普段使わないようなエギも有効となる場合があるので試してみましょう。超遠投も狙われていないエリアになっていることもあります。できるだけ距離を稼ぐため、着水後はフリーフォールで落とし、遠いほどステージ間を長く取ってみましょう。漁港はポイントの方向でもあります。隅々まで探ってみましょう。
外界向きは全て狙う価値があるポイントになります。ブレイクライン、モバを中心に探ってみましょう。曲がり角もよく釣れるポイントです。潮流に変化ができる場所にはプランクトンが集まり、ベイトも寄ってきます。堤防の先端は人気ポイントです。潮通しが良く、アオリカの通り道になります。船道にはブレイクラインができ、生物が多く生息します。船の往来に注意して狙いましょう。漁港内は夜間にアオリカが入ってきます。モバがあれば産卵場所になりやすくなります。テトラは確率が高いポイントですが、夜間は危険なので、できるだけ明るい場所を選びましょう。浅くても藻が多く広範囲に茂っていたり、干満の差が大きな場所は狙い目です。遠投が有利になります。浅すぎたり底が砂地主体の場所は生息数が少なくなります。漁港攻略のまとめです。堤防は変化のある場所がポイントです。先端までテトラが入っている場所は永久ポイントです。テトラ周りはもちろん、港内側のテトラがない場所も狙ってみましょう。常夜灯周りは外せないポイントです。ジーソが隣接する場所では、港内まで入ってこないこともあります。特に秋はジーソを中心に狙ってみましょう。沖堤防攻略について解説いたします。地続きの堤防に比べ、バーレしていないのが沖堤防です。特に春は産卵場となることが多く、餌となる魚や甲殻類も豊富です。潮通しが良く変化に富んでいるため、ポイントを絞りやすいのも特徴で、水深が深い場所では日中の超過も期待できます。さらに足場も良ければ至れり尽くせりの場所でもありますが、狙うポイントを間違うと全く釣れないのも沖堤防の特徴です。特に潮の流れ方による超過の違いは顕著に現れるため、船長や釣り具店の超過情報を確認するだけでなく、どこでどんな餌木で釣れたかも聞いておきましょう。使用する餌木は通常と同じでいいですが、水深が深い場所を狙ったり、風が強くなったり、遠投が必要になるため、大きな号数も持参しておきましょう。餌木の本数も多めに持っていき、釣りたくても釣りができない状況になるのは防いでおきましょう。水面までの高さも考え、ネットやギャフの絵も最低5メートルのものを準備しましょう。沖堤防は事前情報を多く持っていることで攻略法が見えてくるため、情報収集は欠かせません。沖堤防攻略のまとめです。変化に乏しい一文字の場合、外海側と陸向きでは全く違う海と認識した方が良いです。どちらの超過がいいかはあらかじめ船長に聞いておきましょう。モバ、ストラクチャー、ブレイクラインは鉄則のポイントです。外海側は当て潮になりやすく、釣りづらい場合は号数を大きくして狙ってみましょう。両端の先端付近がメインになりますが、潮流が速い場所では少し潮が緩んだ内側がポイントになりやすくなります。潮流が速すぎて餌木が着底しないような場所では、堤防沿いにアオリカが回遊していることが多くなります。ジーソ攻略について解説いたします。急に深くなっているよりも、なだらかに遠浅の地形になっているジーソが多くあります。浅場だからといって侮れず、特に秋シーズンでは数が出る場所になります。しかし、どこでも釣れるというわけではなく、それなりのセオリーは存在します。まずは藻場の周辺です。藻が海面に出てしまうような場所でも、周囲をアオリカがうろついていることがあります。軽い餌木でスローにフォールさせるようにして、幅広くレンジを探ってみましょう。次はストラクチャーの確認です。小さなものよりもできるだけ大きな岩陰などが良いです。こちらから見えない向こう側なども有効なので、根がかりに気をつけ斜めに引くようにしてみましょう。また、岩と岩の間も狙い目で、中間付近では少し斜めにステイすると効果的です。岩が点在するジーソでは潮流が複雑になり、アオリカが休む場所が少なくなります。潮が止まり、緩む場所を探してみましょう。根がかりも多いので、下側のフックを内側に曲げるなどの対策も行うこともお勧めします。ジーソ攻略のまとめです。ジーソは、まずは海底の起伏を確かめましょう。水深の見極めも肝心です。浅すぎる場所を狙うよりは、少しでも水深がある方を選びましょう。潮が止まり、アオリカが休息しやすそうな場所も攻めてみましょう。岩と岩の間や岩の向こうにいる場合も、ラインが岩にかからないように注意して狙いましょう。藻場はどこでも定番のポイントになります。藻が群生する場所では
ポケットを重点的に狙えば根がかりを軽減できます。置き磯攻略について解説いたします。置き磯へは都線を利用していきます。事前の予約が必要だったり、出船時間が決まっていることもあるので、聴講予定の1週間以上前には連絡をして確認しておきましょう。狙い方の基本は沖堤防と同じですが、沖堤防との大きな違いは潮流の速度と水深の変化になります。岩の上に乗っているため、ボトムがフラットな場所は少なくなります。このため根がかりが多くなり、さらに潮流が速いため着底も分かりづらくなります。磯の上でのポイントの決め方は、潮が緩む場所をメインに狙い、外海側よりも陸地側の比較的浅い場所や岩が点在しているポイントを狙ってみましょう。しかし、さらしが大きく広がるような場所は好ましくありません。エギは必ずしも着底しなくても良いです。磯際沿いに浮いていることも多いため、遠投して距離を稼ぐというよりは、ストラクチャーやモバをピンポイントで狙う方が効率が良いです。潮流に任せたドリフトも有効となりますので、秋イカをイメージした釣り方で狙ってみましょう。沖磯攻略のまとめです。図礁場所によって狙い方を変えてみましょう。潮が流れるようなポイントよりも、岩が点在するような比較的浅い場所が有望です。通常、そういった場所は好まれないため、あらかじめ船長に相談しておきましょう。潮が通る背に上がったら、ブレイクラインを意識して狙ってみましょう。潮の変わり目に釣果が出やすくなります。潮が速いからといっていないわけではありません。磯際付近を中心に狙ってみましょう。サーフ攻略について解説いたします。サーフで釣れる場所は限られていますが、漁港やジーソなどが近くにある場合、アオリイカの通り道になります。また、マズメ時にはベイトが多く寄るので餌場にもなります。一日中釣果が期待できる場所ではないので、朝夕のマズメを中心に釣行してみましょう。遠浅の地形よりもできるだけ近くで水深が深くなっている場所が良く、何もない砂だけの海岸では期待が薄くなります。基本は遠投で狙います。小魚のナブラが確認できれば狙ってみましょう。沖にあるストラクチャーや急なブレイクラインを見つけることができれば、あとは回遊待ちパターンとしてキャストを繰り返しましょう。ステイを長くすると海水に押されて潮に揉まれるので、フォールで当たりが取れる状態にしておきます。また、思っているよりもリーダーラインが砂に擦れて劣化しやすいため、通常よりも太い号数で対応しましょう。変化のある場所が少ないポイントは回遊待ちで、多い場所は欄干が効果的です。サーフ攻略のまとめです。サーフは変化のある場所がキーポイントになります。離岸流は真ん中を狙うのではなく、両端を釣るイメージです。どのポイントも遠投することが多くなります。流れも複雑になりやすいので、ファーストシンキングタイプで安定したエギの操作を心がけましょう。海水浴をするような浜でもストラクチャーや急なブレイクラインがあれば狙うことは可能です。隣接したジーソや砂利が混じっていればなおいいポイントになります。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。